こんにちは、MD ジャックです。最近だいぶ暖かくなりましたね。花粉症がだいぶ収まってきました。愛です。ご視聴ありがとうございます。今回は CCA のエントリーモデル CSN のレビューです。対抗のモデルはまだ謎ということで、後ほど明らかにします。では早速始めましょう。CCA の低価格帯には KZ にはない木製ハウジングの CST、微ケーブル負荷だけど小型の CSA と KZ と少し趣向の違うモデルがあり、そこに 1BA プラス 1DD の CSN が追加されました。木製ハウジングの CST は興味あるんですが、つい買い忘れていたので買ってみようかな。ハウジング内の空きが多いことからの推測ですが、CSN 用に設計されたものではなく、ハウジングを流用しているものと思われます。でも、レオトに広がりが期待できそうなので、それはそれで OK です。そもそも低価格帯のモデルですからね。外観は KZ-DQ6 に似ていますが、CSN の方が若干大きめです。ドライバーはノズル部に BA3009 号と 10mm デュアルマグネティックダイナミックユニットとオーソドックスな構成です。KZ、ZSN や ZST シリーズとはハウジング形状、ノズル系が異なるため、同じ 1BA プラス 1DD でも差別化していることが分かり、チューニング以外での出音に差があると期待させてくれます。愛ちゃん、装着感はどう？これ大きいタイプだ。愛にはやっぱり大きいですね。こないだの KZ、ZSX よりさらにちょっと大きいと思います。そっか、そうだよね。おそらくコストダウンのためにハウジングを流用してるからだと思うけど、ここはちょっと弱点と言ってもいいかもね。その分音の広がりに期待しようか。そうですね。広がりに期待ですね。波形測定前に聞いた第一印象は、どこかで聞いたことあるような音だな、でした。でも質感そのものは良いと思いましたし、KZ、EDX とか ZSN、ZST シリーズを最初に聞いた時のような、この価格でこの音があっさり出るんだっていう感じでコスパは最強レベルです。スマホ直差しで聞いても音量も 40% ぐらいで十分なってくれますし、特に不満なく聞けます。どこかで聞いたことあるというのを突き止めてみたくなり、測定済みの波形をいろいろ見返して4つピックアップしてみました。今回はちょっと違うアプローチするんですね。なんか面白そう。まずは CCN、CKX と KZ、DQ6 です。主に赤枠で囲った部分がピックアップした根拠です。波形はかなり似ていますがドライバー構成が違うので、CSN と同じドライバー構成でもうちょっと探してみました。その結果がこれです。似てると思いませんか？ドライバー構成も価格帯もほぼ同じと言っていいでしょう。最初に CSN を聞いたとき、ZSN Pro X が真っ先に浮かんだモデルだったので、CSN と ZSN Pro X で音質比較動画を構成しました。やっと対抗が明らかになりましたね。ZSN Pro X ですか。低価格モデル、最強クラスですね。それと渡り合えるんだ、CSN って。じゃあ愛ちゃん、音質比較動画始めるよ。比較動画内でのガイドよろしくね。はい。
でしたか？思っているより広域の出方に差があったなぁと思いました。そもそも似ているモデル同士なので CSN は意外と 500Hz から 1kHz 付近の減衰が少なくドンシャリ傾向が弱いということと、広域が ZSN Pro X よりやや柔らかめということですかね。つい癖で 8kHz 付近に目がいってしまい 10kHz 以上の部分の差分が出音の違いとしてあることを見落としていました。だから広域ももっと似ているはずなんて思っていましたが、改めて波形を見ることではっきり分かりました。今ご覧いただいている波形の変化は2018年から2020年のモデルです。 KZ、CCA のチューニングの傾向が以前と変わってきているように感じたので比べてみました。短時間で切り替えたので必要に応じてプレイバックしてみてください。 A と B は以前のモデルの傾向を、 C の CKX と C12 は過去と現在を、 D で今回の CSN と昨年話題となった ZAX を重ねています。私の見方は、丸1の 2kHz から 4kHz の範囲の特に 4kHz あたりがあまり強調されなくなり、その分、丸2の5から 6kHz 付近の減衰が抑えられ、場合によっては強調され気味になり、8kHz 付近のピークへ向かって上昇しているという感じです。いいか悪いかということではなく、広域の表現の仕方は、ニューモデルを出し続けていくメーカーの研究の成果なのだろうなと思っています。ちなみにこの傾向は KZ、CCA のハイブリッドモデルを対象に思ったことです。フル BA はまた違った動きをしているので別の機会にお伝えします。これ聞いただけじゃなかなかわかりませんね。やっぱり波形データの蓄積って役に立つんですね。こういう風に使おうと思ったのは初めてだけど取っておいてよかったよ。あくまで主観ですが測定していて今年はこの傾向が多くなっているように感じました。はい、脱線しましたが話はここへつながります。CCA、CSN も CKX 同様新たなチューニングの傾向になっているモデルということです。ハウジングの大きさの割に中の空間が広いことが出音の広がりに影響するかという件なんですが、その効果を直接感じることはできませんでした。ただ CSN はノズル部の DA とダイナミックドライバーの音がちょっと分離して聞こえるんですよね。解像感、分離感が良くなるということとはちょっと違って広域と低域が分離している感じです。フォーカスが甘めでちょっと締まらない低域、直線的な広域。一方 ZSN Pro X はそれがなく全体域が締まって飛び込んできます。波形は似ていますが鳴り方の違いとしてそういう一面がありました。ここは愛ちゃんよろしく。はい。まず音質の傾向が似ているので KZ のこの価格帯のモデルをすでにお持ちの方には無理にお勧めはしません。 ZSN Pro X よりちょっとフォーカスの緩めな音がお好みなら持つ意味はあると思います。そしてこれから中華イヤホンを買われる方には当然おすすめです。 KZ の同価格帯モデルと比較して好きなデザインで選んでも後悔はしないなって思います。とにかく手に入れやすい価格なのであまり考えずとりあえず買っちゃえでいいんじゃないかな。はい、愛ちゃんありがとう。ということで今回は脱線もしましたが CCA、CSN のレビューでした。次回は新しいモデルではありませんがフル BA 対決を予定しています。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。